正しい考え方をしなさいと言われると反発する人も多いのではないでしょうか。あなたは間違ってると言われる気がするので、私も素直には聞けないかな。今日はこの話をしていきましょう。こんにちは。マハリス総合教育研究所群馬オフィスで超越瞑想を教えている森正也です。さて、突然ですが、正しい思考と聞くとあなたはどのように思いますか？もしかすると正しい考えって何だろうと思ってこの動画を見始めた人もいるかもしれません。そんなことを言うのはどんな人なのか見てみようとか、正しいとか言ってて本当なのかなって思う人もいるかもしれません。基本的に正しいと正しくないっていうのは難しい話で、正解もないように思われます。例えばスポーツなどで正しいフォームとか正しいトレーニングのやり方っていうような話を聞いたりしますが、それは全ての人に共通の話ではなく、経験とか体調によってその時のその人にはベストな方法を正しいと呼んだりもしますよね。基本的には正しい方法と言われるものは一つではないと思います。そのように正しいっていうのは結構主観的な領域の話も多く、善と悪についても立場が違えば判断も違うということがあります。どちらの側に立って判断するかで正しいものっていうのは変わってきますよね。例えばレストランを経営するとして、お腹がいっぱいになるような量を出すのが正しいっていう人もいますし、量を少なくして美味しいものを提供して味わってもらうのが正解っていう人もいます。すべての人、すべてのシチュエーションに対する正解っていうのはなさそうに思います。ただ、ルールが決まっているものに関しては正しいルールというものがあります。例えば時速 40km の規制がある道路では、時速 40km 以下で走ることが正しいルールです。これは明確な基準があるので、それに沿っているかどうかですから判断することができますね。また、人の名前などの固有名詞でも正しい名前はということがあります。難しい漢字の名字などを簡単に書く場合や、外国の人だと発音などで正しいのはこれという場合があります。これらは宇宙や自然の法則ではなく、誰かが作ったものに対して正しいとか正しくないっていうものですよね。水は100度で沸騰するといった時には、気圧によっても違うんですけれども、大抵は正しいと思われます。正しくないものが正しいというふうに言われることも多くあると思います。このように考えると、正しい思考っていうのは一体どのようなことなのでしょうか。今回はちょっと前振りが長くなってしまいましたが、いつものようにこの超越瞑想の本の中からお話をします。こちらの本では186ページ、第3部生きる技術の第3章ですね。考える技術の中の括弧1、正しい思考というところです。ちなみに原書は英語なんですけれども、今回の正しいっていうところは right です。正しいとか間違いのない、適切なとか、そのようなニュアンスですよね。この本では心が正しい考えだけを抱くことは極めて必要だと書かれています。どういうことなのでしょうか。これはこの本の著者であるマハリシ・マヘーシュ・ヨーギーの解釈でもあるんですけれども、このように考えると良いというような基準があります。正しい想念についてこう語られています。考える人、つまりあなたですね。あなたにとっても、そしてこの宇宙、全宇宙すべてにとっても、
そして今、この現在ですね。現在においても、永遠の未来についても、いわゆるもう全てですね。それらにとって調和的で有益な良い影響、生命を支持する影響を生じるような想念、つまり考えですね。それを正しい想念、正しい考えとしています。ここをもう少し説明しますね。例えば、調和的っていうことです。誰かと争わないとか、周囲の環境と調和的な感じ。これっていいですよね。会社の会議では調和的にしようとして黙っている人もいるかもしれませんが、それだと会議にはなりませんよね。調和的っていう言葉の解釈も人によって違うかもしれません。しかし逆に自分の意見を主張しすぎたり、誰かの意見を遮ったり拒否するっていうのは調和的ではありませんよね。穏やかに楽しそうに気分よく反対意見を言うのが調和的なのかもしれませんが、まあそんな感じかもしれません。それはその場の人の判断になりますが、それがまずは正しいっていう判断基準になります。次は有益な良い影響です。例えば誰かが何かをやっているのを見たときに、なんであんな無駄なことをやってるんだろうとか、なんかみっともないなって思うよりも、あの人は一生懸命にやってるなとか、行動力があるなっていうふうに考えた方がいいということです。それは自分の心にも平和で穏やかな感じが広がりますし、誰か他の人に対する態度も良くなります。これっていいことだと思いませんか？そうすると、このように考えた方がいい、つまり正しい考え方ということになります。そして生命を支持する影響を生じるような想念ということなんですけれども、生命っていうのは成長や進歩すること、そしてその結果として幸福を感じること、幸福の拡大っていうのが生命の目的です。それなので、生命を支持する影響を生じるという言葉は、幸福を生み出すような影響を与えることではないでしょうか。誰かが一生懸命に何かを行っているときに、そんなのやめた方がいいよというアドバイスもいいと思いますが、その前に応援したり、励ましたりする方がいいっていうことですね。アドバイスがあれば、相手にとって喜びとなるようなタイミングや言い方もあると思います。それを正しい考えと表現しています。それは進化の自然な過程にあっていて、どんな人に対しても有害な結果を生じない考え方です。ではどうしたら心が建設的な考えだけを持てるようになるのでしょうか。これはですね、超越瞑想を行うことで、心が全ての自然法則の基盤である意識レベルになっていくことで達成されます。簡単に言うと、心の中のストレスや不安が取り除かれて、この世の中の自然なもの、自然に成長するもの、昔からあるもの、そのようなものと自分がつながっているような状態ですね。そういう状態ですと、自然に正しいという考え方になっていきます。正しい考え方にしようと努力をしても、それは難しいですよね。努力も必要になるので、ちょっと疲れてしまいます。自分自身がまずは自然体になることもまた大事ですよね。意識的に努力をしてしまうと、心にはいつも緊張が生まれます。心の中からストレスを取り除き、自然と調和するようになると、心は満足して喜びに満ちてきます。高価なバッグや時計やカバン、私も好きですけど、それがあってもなくても常に心が喜びにある状態、自分自身で自己充足的に満足している状態ですと、正しい考えが生まれてきます。当然ですが、他人への妬みとか嫉妬などもなく、
誰かを羨ましがったり、あるいは悲しんだりとか、自分自身で苦しんだりとか、そういうことがない状態でもあります。この考え方というものが、どれがそうなのか、どれが正しいのかっていうのを知的に確かめる方法っていうのはありません。では、どのようにすれば正しい想念だけを思うことができるようになるのでしょうか。それはですね、間違った想念が絶対に生じないっていう状況にすることです。そして常にそれに対して自分で自分をコントロールしようとしたり、自分を厳しくチェックするようなことはせずに、ただ単に超越瞑想を毎日実践することで自然にそのようになっていきます。また、もっと早くそのようにしたいという場合には、ヨガの体操法やアーユルヴェーダなどを組み合わせていくことで体調も良くなって気分も良くなっていきます。でもまずは超越瞑想を実践していただければと思います。超越瞑想の学び方については、まずはお近くの瞑想センターに連絡をしていただいて、説明会にご参加していただければと思います。最近はオンラインミーティングに対応するセンターもあります。私がいる群馬オフィスでもオンラインミーティングに対応しています。オンラインミーティングは実際に通う予定のある瞑想センターで開催されているものにご参加されるといいと思います。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。